野球とか投げた時に肩が痛い生徒の皆さん、投げた時に痛いからってこのように伸ばすだけのストレッチ、これほんま飽きません。そして危険です。こんにちは、セルフケア教室ののぶです。実は相撲をやって体がボロボロになり、肩まで手術しました。その相撲人生は膝の手術や鎖骨骨折、肩の負傷まで重なり引退しました。そのボロボロでどん底の体から復活してきたセルフケアの方法、そしてこの方法はダイエットやアンチエイジング、スポーツのパフォーマンスアップまで兼ね備えていますので、合わせてお伝えしていきますね。ボールを投げたりするとき、ゴリゴリ音や痛み、違和感を感じていたりしていませんか？それもしかしたら野球型を発症しているかもしれません。今回は肩甲骨の動きを再起動して肩の柔軟性と強化をし、投げた時に痛みまで解消するセルフケアの授業になります。腕の振りも速くなるので球速アップや怪我の予防にまでなりますよ。私も肩の手術をしたので気持ちは痛いほど分かります。投げた時に肩の前から中の方に痛みを感じたり、ゴリゴリ音や肩が抜けるような違和感という大きな特徴があります。ここで皆さんにお伝えさせてください。投げた時に痛いからってほんまやってはいけない行為があります。このように伸ばすだけのストレッチです。これほんま飽きません。そして危険です。なぜなら肩を伸ばすだけのストレッチをすればするほど解消しにくくなるからなんです。実際症状を繰り返している方はその理由なんですね。ここで投げた時の野球型の秘密の原因をお伝えさせていただきます。原因としては肩甲骨と肋骨につく筋肉、前鋸筋という筋肉がサボって弱っているので、違う筋肉、肩甲骨の先端から肋骨につく筋肉、小胸筋っていう筋肉、ここが役割をカバーしてしまって肩甲骨がロックされてしまいます。この肩甲骨がロックされるので肩甲骨につく肩の動きが制限されるので、投げた時に肩の痛みやゴリゴリ音、違和感まで引き起こします。投げた時の野球型の解消の流れとしては、今回は前鋸筋に対してセルフケアを行い、肩甲骨と肩の動きを解消して投げた時の野球型の痛みを解消していきます。のぶ流セルフケア教室の考え方は、サボって弱っている前鋸筋に対してセルフケアを行い、肩甲骨の動きを安定させます。前鋸筋は手をこのように前に出した時にこのように働く筋肉ですので、手を前に出した時、投げた時ですね、そういう時にすごい安定する筋肉になります。それによってかばって固まっていた小胸筋の癒着が剥がれ緩んでいきます。なので先に伸ばすだけのストレッチが飽きませんっていうのがこういうことなんですね。結果肩甲骨の動きが正常化し、つながっている肩の動きも良くなり、柔軟性やそして痛みまで解消し、腕の振りも速くなるので球速アップや怪我の予防にまでなります。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。前鋸筋のセルフケアは立っても座ってどちらでやっても構いません。今回は右肩の場合でお伝えしていきますね。画面越しではちょっと左になっちゃうかもしれません。まず手を前に出し、肘をこのように曲げます。次に親指が下になるように手のひらをこのように前に向けます。そのまま手首の甲の方にこのように手を曲げます。そして反対の手でここの手の硬いところを合わします。そのままの状態でぐっと押し合いっこします。そうすると脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回、これをやっていきます。ではいきます。ぐっと押します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これだけたった30秒です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。
私は肩の手術もしたことありますので、肩がうずく時は毎回これで肩をリセットしています。このセルフケアの秘密の注意ポイントは3つ。この3つのうち1つでも外してしまうと狙っているところも外してしまうので注意してくださいね。前鋸筋の注意ポイント1つ目は、手を前に出し肘を曲げます。この時に肘の角度は90度よりか少し曲げます。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは、親指を下に手のひらを前に向けます。次に手の甲の方向にこのように曲げていただきます。この時に結構肩がぐっと浮いている方がいるので、肩を下げます。これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、手のこの硬いところですね。硬いとこ同士を合わします。そして体の真ん中、正中線上のところで押し合いっこします。これが3つ目のポイントです。ではそれを踏まえてもう一度やってみましょう。ぐっと押し合います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こうするともっと脇腹にきますよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これをやると肩の動きがめちゃめちゃ良くなります。以上の3点を気をつけてセルフケアを行いましょう。毎日たった30秒。これを続けることが肩を守る秘訣ですからね。ここまで見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の何よりの励みになります。そして痛みや悩みに関する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄に記入してくださいね。最後にこのセルフケア後にするといい小胸筋のストレッチをご紹介してお別れしていきましょう。まず最初に手のひらをこのように開きます。そして手のひらを壁にくっつけます。そのままの状態でこのように斜め45度にぐっと体をひねります。そうすると肩の前が伸びてきますので、その状態で30秒です。このセルフケア後にするからこそ小胸筋っていうのが緩んでるのでめちゃめちゃ伸びていきますので、これ本当おすすめです。それではまた次回お会いしましょう。